か雑誌のインタビューで私の特集をしないかって言われて、その時にもうそのインタビュー結構うんざりしてて、友達を連れて行ってごまかそうと思って、じゃあ架空のバンドを作るから友達でそれの取材にしましょうって言ったのが、もう集めたのが女ばっかりだったからそうなっただけなんですけど。書いてはるの神父さんが、ああ本物や。本物だ、すごい。とにかくボアダムスの方で私も曲は作りますけど、その愛というフィルターを通して全体愛プロデュースがあるので、そっちがそのアートはまとめてくれるでしょう。OIO の方はまず最初私がきっかけかもしれないけど、それをみんなが飲んでくれて音を出すと、また私が思ってるのと全然違う音が出るわけで、そこをまた面白くアレンジするのが楽しいみたいな。私はバンドってものが一種のこういろんな人間の集まりだとしたら、本当波動の重なり合いだと思うから、その一民族みたいになっていくと思うね。そのバンド自体が一つの国みたいな感じで、そのバンドの民族音楽っていう意味で作ってるけど。アイヌの歴史もまあいろいろあるんやけど、その歴史っていうよりもその声の出し方がすごい声を重ねた時の響きの倍音みたいなのを大切にして作られてて、そのボーカルワークがそこと、まあ、ノイズを比べるんやったらノイズもなんか一種の波動やと思うんやけど、そういう意味でそういう響きの音楽っていうのは好きなのかもしれないですね。ただ歴史で言うと本当にもう根深くて、アイヌにしても沖縄の人にしても、もともと日本にいる原住民、日本のその土地にね、まだ海から島になってない頃に原住民の人をこう追いやってる日本人っていうのもいるわけだから、ちょっとその辺になるとあんまり詳しく分かんないんですけど、そこと音楽のつながりはとにかく私は響きを聞いているっていうことです。ただドラムセットっていうものはすごいなんか人間が作ったわざとらしい楽器だと思うんですけど、そこがなんかニューウェーブな感じがして面白いとは思うんやけど、なんか楽器って神様に与えられているようなこう響きとかそういう感じがするんやけど、ピアノとドラムセットだけはなんか人間が工夫して作った楽器のような気がして面白いなと、そのわざとらしさが面白いっていう。カエルがなんかうち裏が田んぼやったんやけど、家の裏がこういつも子供の頃思ってたのは、一斉にカエルがブワーって鳴くんやけど、あるちょっと声色の違うカエルがちょっと鳴いたらピタッと止まるんですよ。でまた一つ一つ雨だれがポタポタポタって落ちるようにカエルがキャッ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 って鳴い出して、またグワーって盛り上がったら
またピタッと止まるんやけど、それがいつもなんでかなって思ってましたけどね。でそれでバリ島に行ってケチャ聞いたら、これケチャってカエルから来てるんやって思ったのはすごい小さい頃カエルの音楽がすごい思い出に残ってる。全く普通に毎日子供育ててるだけだから、私別に日本ってすごい J-POP みたいなポップスアイドルみたいな、あとテレビのだけの音楽みたいな、ああいうのがいっぱいあって、私みたいなシーンっていうかいうのは割と特殊で、そんな成功とか成功じゃないとかっていうその何ももって成功っていうのがわからないような感じのシーンだと思うんだけど、自分が好きなことやってるから、いいのかなとは思ってるけど、別にそれで大金持ちになってわははみたいなのは一個もないですね。